はい、皆さんこんにちは。主婦スキル高めの太極拳アスリートのたのみです。はい。ということで、皆さんお気づきかと思うんですけども、実はですね、結構僕主婦スキルが高くてですね、生活力のあるタイプなんですよね。家事全般はもちろんなんですけど、お裁縫から家計簿の入力っていったところまでね、一人でこなしています。ただですね、未だにちょっと悩んでることがありまして、冬場、寒い時期、今の時期ですね、食器を洗う時にですね、お湯で洗うのか、それとも水で洗うのか、これが未だにね、答えが出てないんです。というのは、油汚れに関しての話なんですよね。例えば、豚肉を焼いた後のフライパン、すごい油でギトギトしてます。これ水で洗うと、やっぱ洗剤の量もたくさん必要だし、何回もこう洗うことになるんで時間がかかるんです。それに対してお湯の場合は1回2回ぐらいで洗えちゃう。プラス洗剤の量も最小限で済むんですが、ただガス代がかかるんですよね。でガス代を取るのか、それとも時間を取るのかって問題になってくる。そうなってくると、水で洗えばガス代かかんない、お金かかんないんだから水で頑張って洗えばって話になるんですけど、ただね、そう単純な問題でもないんです。っていうのは、やっぱり水で洗った場合はですね、時間がかかる。で、その時間っていうのはよく言うじゃないですか。時は金なりって言ってですね、時給換算にするとですね、やっぱりすごいお金になってしまうんですよね。水で洗った場合とお湯で洗った場合、これ大体時間にすると3分は変わると思うんですね。1ヶ月30日ありますので、そうすると 3×9、30で、90でしょ ?90 分。1時間半ぐらいかかるわけですよ。で、そう1時間半っていうとですね、時給換算1時間あたり1000円と考えたとしても、1500円ですよね。で、そうなってくると、一応僕の今んところの結論としてはですね、お湯を使って、時間を短縮するという結論に達してるとこなんですけども、その水でやって洗い落とせるのであれば、水を使いたいなというとこなんですよね。なんでね、ぜひ皆さん、こうやったらそんなの簡単に落ちますよみたいな、なんかそういういいね、案がありましたら、ぜひコメント欄の方でですね、教えてください。はい。ということで、今回は今日から始められる太極拳シリーズ第3弾ということで、やっていきたいと思うんですけども、今回やるのは24式太極拳最初の動きであるチーシーの方を解説をしていきたいと思います。チーシーはですね、足を開いて手を上げて下げるというだけのシンプルな動きなんですけども、その中にもですね、もともとその武術といったところから来てるものですので、やっぱり手に力が伝わらないといけませんよということで、こうやってしまうとこの手に力が伝わりませんので、こうやるのはダメですよとかね。あとはですね、膝が内側に入ってしまったりすると、これいつも言ってることなんですけども、膝に負担がかかって、怪我の原因になったりとか、あとはね、腰をお尻を出したりすると腰に負担がかかってしまって、これもやっぱり体の不調の原因になってしまいますよといったところですね。そういったところの注意点を紹介したいと思います。はい、それでは CC の解説をしていきたいと思います。ただまずですね、こうやって足を揃えて立っていただいて、これビンブーというんですけど、ガニ股に足つま先を開いたりですね、あとはちょっと内股になったりとかしないように足はぴったりつけて立ちます。種目によっては少し足の形が違う場合もあるんですけど、基本的に正定拳と言われている24式太極拳などでは足は揃えて立ちます。はい、で揃えて立ちました。でここからですね、まず右足に重心を移動します。こんな感じですね。今右足に重心が移動して左足のかかとが上がってます。でこれでゆっくりつま先まで離して、でつま先ついて、でかかとをつく、で重心が真ん中来た時、ここですね、まずここ注意ポイント1つ目です。この足がですね平行になっているということ。つまりこの出した左足がガニ股に開いてたりとかですね、内股になってたりとかしない、これはしないということですね。これをしっかり平行、右の足と平行に出して、だいたい肩幅ぐらいの幅に開きます。でここから手を上げていきます。ゆっくり手の甲を上にして手を肩の高さまで上げます。でこの時ですね、肩が上がったりしない、肩は落とす。でここからゆっくり下がっていきます。で腰も落として、手はおへその位置、おへその位置まで持ってきます。だいたいこのおへそですね、おへその位置を押さえる。でこの時の注意点ですね、膝見てください。この膝をですねこんな風にしないということです。これやると膝を痛める原因になりますので、膝は
このつま先と同じ方向ですね、ちょっと何かにまたがってるような感じで行うといいです。そしたら今度は側面でちょっと見ていきましょう。はい、まず右足に重心、左足つま先が上がって、つま先かかとの順番で着地、真ん中に持ってきます。はい、ここから手を上げていって、ここですね、はい、肩肘手首の順に緩めます。はい、肩肘手首の順番に緩めていく。はい、でここでの注意点、このクワ、股関節をクワというんですが、このクワをですねこう伸ばしたりしないということですね。こうやるとちょっとこう力が全部こっちに逃げて、膝からこう逃げていっちゃうので、そうするとここへの足の地面の力がこの手に伝わらない、この手にね伝わらないので、弱い手に押えなのに弱い押さえになってしまいます。なのでクワは入れる。でしっかりこの地面の力をこの手に伝えるようにします。で入れるといってですね、逆にお尻がこのように出るパターンもあるんですけど、こうなってしまうとこれはですね、今度はこのお尻から後ろに力が抜けてしまって手に伝わらないんですよね。なのでこれはお尻は、はい、入れます。でクワは入れる。この状態、しっかりこの足から吸い取ったこの地面から吸い取ったこの力をですね、この手に伝えるという押さえの動作なので、しっかり押さえが効くような位置で行います。はい、それではね、今の注意点を踏まえて一回まとめです。ここからまず右足に重心を移動、そして左足上がってつま先着地、肩幅に開きます。はい、この時平行でした。はい、で次手を上げていきます。手を上げて、はい、これ肩の高さで、肩は上げない。はい、でゆっくり肩肘手首の順番で緩めていって、押さえるのはお腹の前で、膝が内側に入ったりとか、あとは腰がねこう前後したりしない、しっかり背筋はまっすぐ、この位置で押さえが効く位置で押さえる。以上ですね、CC の注意点を解説しました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は24式太極拳1つ目の動きである CC を解説しました。でこの CC はですね、すごい簡単な動きに見えるんですけど、実は結構いろんな技術というか意識というのが使われています。例えばね、今回肩を上げないっていう話をしましたけども、この肩を上げない以外にもですね、ここをこうするとかああするとかね、あとはその足裏の感覚はこんな感じでとか、あとは最後その定型を作った時、これはこんな感じで作りますとかですね、ちょっと深掘っていけばいろいろこうコツだったりとか、その技術、体の中のどこを使ってるとかね、いろいろ細かいところがですね、たくさんありますのでですね、今後以降の動画でですね、解説またしていきたいと思いますので、チャンネル登録をしてお待ちください。はい。ということで、今回の動画参考になった、面白かった、もしくは僕を応援してくれる人は、チャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント、絵文字一つでもいいのでいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。